これをパカンって買い出し中です。最大マイナス20度までいきます。ペンギンさんもちょうどよくハマるよ。うーちゃんに怒られる。こんにちはか。皆さんこんにちは。今日は出発する前にちょっと買い出しをしてきたので、この新しい冷蔵庫に入れて出発したいと思います。今コンビニで飲み物とかを買ってきたので冷蔵庫に入れていきます。パパ何飲むの最初？カフェオレ？はい。いい感じ。こんな感じで入りました。閉めよう。出発です。はい、ということでですね、今回は冷蔵庫を入れるシーンから始まりましたけども、今ですね、関越走っております。で、今日はですね、ちょっとキャンピングカー仲間とね、今週もね、別の会というかがありまして、今からですね、銚子の方に向かっております。ざっくり200キロぐらいあるんで、それなりに距離あるんですけども、夜中なんでね、でもうお風呂も入ったしご飯も食べたから、行くだけという感じで出発しております。金曜日の夜ですね。で、今回ですね、ちょっと冒頭にもね出てきたと思うんですけども、イーノーさんのね D10、D10 というね車載冷蔵庫の方を持ってきております。先日ねご紹介させていただいた TAW35、こちらのよりも少しね小さいモデルになります。10リッターモデルかな。基本的にはデザインとかね、なんかすごいやっぱ同じメーカーなんで似てて、ミニマイズされたものかなっていう感じの印象です。でもこれもこんなにちっちゃくて、そういう冷蔵庫としてね機能するし、これ何よりもねこれもバッテリー式です。特にねこれからの季節ですね、この梅雨が明けた後もう夏になりますので、そうするとねキャンプとかねちょっとしたレジャー、特に海とか行く人とかねもう最強ですよ。この間のね35リッターもねあれはあれでいいんですよ、人数多い時は。でも人数が少なくてちょっと持ち出したいなっていう時はこの10リッターじゃないかなと思って今回ですねこの飯野さんの方からお借りしております。はい、ですので今回ねキャンピングカーの中で使ってみて、あとはですね明日仲間と会いますので、キャンピングカー仲間と一緒にこれを一緒に使ってみる。この間とね同じような感じですね。 TAW35 の時と同じような感じで、今回人数少ないんですけども、ちょっとねこちらを使ってみて実際ねどんな風に使えるのかとか、メリットデメリットみたいなところもね皆さんにお伝えできればなと思っております。基本的にはまだね、使ったことないんでどんな感じなのかっていうのはね僕もねまだ分かっておりません。その辺はね、前回すごい良かったんで今回もね、楽しみに使おうかなと思っております。ということで今回はですねまずは千葉県のね銚子の方にねこれから向かっていきたいと思います。はい、ということで今ね無事に到着しました。うーちゃんは歯磨きして後ろでゴロンしております。おそらくそのまま寝ます。でパパたちはさっきビールを買ったんで1本だけ飲んで寝ようかなと思います。渡す？何よ、机いらない？これいけんじゃないの、ほら上。あ、そっか。なんかいけそうじゃない？気のせい？いける。ちょっとこれでやってみたいと思います。はい、ということでね改めてねこの D10 を紹介したいと思います。はい、こちらですねイーノの車載冷蔵庫 D10 で10リッタータイプですね。 D10 ってやつです。ここがね電源のボタンとか設定温度変更とかがねここでできます。こんな感じで今マイナス2度設定なんですけど、最大いくつまでかな。20マイナス。はい、こんな感じでね最大マイナス20度までいきます。戻すよ。ただねマイナス20度だと凍っちゃうんでそんぐらいで、今この音がねコンプレッサーの音だと思います。でこの設定した温度に近づくためにコンプレッサーが動いて冷えるっていうような仕組みになってると思います。だから今ねもう多分マイナス2度ぐらいになってるんで、すぐね今こんな感じでコンプレッサー止まります。で下に 12.2V って、今の電圧ですね。これ今バッテリーのみで動いております。はい、でこのね電池マークのやつがこれバッテリーマークですね。
はい、こんな感じでね設定ができます。はい、で充電する時はこちらですね、AC かまたはねソーラーで充電することが可能です。あとタイプ C でもね充電することができます。ただそちらはねバッテリーですね。こちら本体で AC でつなぐときはこっちと、あとソーラーはこっちです。はい、でバッテリーはですねこっちの側面、はい、これですね。こちらがバッテリーになります。これ電源ボタン、USB-C、USB-A ですね。これを使ってそのまんまここから電源取ればスマホとかね、充電することも可能です。なんだろう、普通のポータブルバッテリーみたいな感じでね使うことも可能です。実際はちょっとねそんなに頻繁にそこの機能は使わないかもしれないなんで、あれば便利機能。ただ基本的にはそこまで使わないかなと思っております。どっちかっていうとやっぱり冷蔵冷凍機能にねこのバッテリーの容量を使いたいんで、はい、とりあえずねこんな感じになってます。ちなみにここ長押しで電源切れます。でこのまま引っ張れば簡単に取れます。こうで挿してでこのね長押しすると電源ボタンを長押しするとこんな感じでつきます。はい、でこちらですね、例えば AC 電源をね差しっぱで使うとか DC ソケットで充電しながら使うとかそういったね感じで、普通のね冷蔵庫、電源付き冷蔵庫みたいな感じで使うこともできますし、今みたいにこれ今電源つけてないんですけどもワイヤレスですね、ポータブル電源、先ほどのちっちゃいポータブル電源だけで動いてます。でその場合はですね設定温度とかにもよるんですけども最大ですね約10時間バッテリーのみでもね使うことができますということなので、もう10時間使えればね結構長いんじゃないかなと思います。でただね今だとねまた明日使うっていう時にバッテリーないと困っちゃうんで、今のところは一応ね、はい、こちら電源コードですね、これ挿して一応ね充電しておきます。普通にこの横っちょに挿すだけ、こんな感じで挿すだけです。はい、これで今ね充電開始しております。で充電開始すると一番ねパッと見分かりやすいのはここですね。ボルトがねさっきまで 11.9 ボルトとか12ボルトとかだったんですけども、一応充電するとね 13.4 ボルトとかになります。これ今 DC なんですけどもソケット充電なんですけど AC で充電するともう少しねここの数字が14ボルトぐらいまで上がるかな。なので少しね電圧も高くなって、充電しながら使ってるんで、こっちのバッテリーはね減らないみたいな感じで使うことができます。何よりもねこの大きさがねちょうどいいですよね。はい、じゃあ早速ちょっと中の方開けてみますね。はい、で中はねここ取ってこれです。これをパカンって開けるとこんな感じです。ここね照明、この間ね紹介した TAW35 と一緒で照明がついております。これついてるだけでねすごく便利です。今はね車内で明るいんで見えますけど外とかでもねこれならできますので。凍ってる？なんかすんごいなこれ、めっちゃ冷たい。はい、それぐらい冷えております。そうだサイズ感の前にこれ取ってついてます。で今ねこんな感じで動画撮りながらねカメラ僕片手に持ってるんですけどそれでも回せるぐらいの軽さです。で容量的にはねこんなもんなんで500じゃない350の缶だったら結構入るかな。500ミリのペットボトル今ねこれ右端にこれですね。500ミリのペットボトルはこんな感じで入ります。2本ぐらい入るのかな、こう列で。でバーっと4本ぐらいか5本ぐらい入ります。ただ500のペットボトルね立たして入るってのは結構大きいですね。はい、こんな感じです。これ上にまたあれついてるね。この間と一緒や。ドリンクホルダーがついてる。意外とここねちゃんと挟まるんで使えます。はい、ということで早速ですねこの中に入れたビールをね今から飲みたいと思います。じゃあこれね一回ね下に置いて使ってみようかなと思います。今日これちっちゃいんでよいしょ、こういうところにねこうやって置けるんですよね。高さもちょうどいいよね。ここに置いて今大人しかいないからここに置いてこんな感じでテーブルでもいいね。こうやってパパそこの上座ってみて。そこで100キロまで OK らしいんだ。多分100キロもないんで。座れてます。普通の椅子っすね。よいしょ。そう100キロ OK です。これ向きなそっちにする。横がいいな。こうそう。こんな感じですね。この方が取り出ししやすい。すごい。
あ、冷た。なんかこんな感じでねはまります。それどう？冷えてる？うん、冷たい。こんな感じでテーブルとしても使えるかなと。あ、いいじゃん、ベスポジじゃん。なんかちょうどいいこのバランス。じゃあこれねちょっとね早速使っていただきます。開けるか。でも凍ってはないね。ちょうどよかったのかな。キンキンに冷えてるってだけ。キャンパーイ。冷た。冷た。マイナス2度ぐらいの設定で。それ以上行き過ぎると凍っちゃうかもしれないね。あれだね、外でキャンプ椅子だけ出しても使えそうだね。うん。ちょうどいい。悪くないんじゃない？この大きさだったらさ、キャブコンでも全然幅取らないよね。うん。なんか夫婦2人とかだと多分こんなもんでいいよね。ただ助手席の足元には置けなかったね。ああ、ガムロードはね。うん。普通の車はさ、座動ける。席がこう動くからそうさ、置けるんだけど、ガムロード固定式だからさ、動かないの。だから普通車だったら全然入るんだろうけどね。ただまあ、家族4人でこれだけだと多分きついよね。きつい。多分入りきらないよね、量が。だからその点は人数に応じてにやっぱなっちゃうな。この間の TAW35 の方が家族4人だったら絶対使えるよね。フラッと車中泊行きたい人、週末プラッと車中泊行くみたいな人はこれで十分だよね。うん。これ家でさ、電源入れといて冷やしといて、その中にもう家から持ってきちゃって、でそのまま車持ってきちゃえばいいじゃん。でポタ電があればポタ電で充電してもいいし、シガーソケットに今もねこれね DC 充電してるから、走行中はどんな車でもシガーソケットついてるから挿しとけば充電できるし、そう考えると結構バリエーションが多くていい。これサイズ、このサイズすごく使いやすいと思う。椅子にもなる、テーブルにもなるし。いいね。多分これ外でやったらちょうどいいよね。すごい外で椅子だけ出すようなところ、もうほんとねテーブルとかね意外と出すのめんどくさい時あって、でねまた車の冷蔵庫からなんか持ってくるとかもめんどくさいしさ。キャンプ以外でも移動中のその飲み物の。そう、うちはね、うちは特にこれね運転席の後ろに乗っけといてそこから出すみたいなね。うん。がいいよね。うん。もう楽でこれ。枝豆か。枝豆がのこれがちょうど挟まれてる。全然違うじゃん。一人キャンプ、一人車中泊だったらこれでいいな。十分だよ。これでね、ほんとね、何がいいって、キャンピングカーはさ、ぶっちゃけ確かに冷蔵庫あんだよ。うん。だからこっちで使えようと思えばまあそれでもいいわけじゃん。普通のさ、車で車中泊するってなった時にさ、クーラーボックスじゃなくてやっぱ冷蔵庫あったら便利じゃん。そういう点では使い勝手が良くて、温度設定もできて、でこの大きさで済む。でなんて言ったってワイヤレスも使える。電源なしがバッテリーだけでも使える。その点すごく大きい。そうだからね、使い方はいろいろあるんだけど、今回のこれはねすごく汎用性が高いと思う。でも買い物行った時とかのさ、なんか冷凍物とか持って帰る時とか、こう冷凍にしといてさ、この中に入れとけるから、そういうのも安心だよね。もうこういうこと本当からいいからな。そう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 。なんかうちはイベントが多いじゃん。イベント時にもすごい役立ちそうじゃない？ああ、このサイズだったね。そう、ひょっと持ってけるしさ、そういうのにはいいな。ペンギンさんもちょうどよくハマるよ。うーちゃんに怒られそう。疲れたら腰が痛いわ。意外と長旅だったな、ここ来るまで。もう3時ぐらいになるのかな。2時40分だって。やば。ねむのね、むこちゃんだよ、それ。はい、ということでね、ベッド OK です。ちょっと暑いからエアコン入れることにしました。まあ、車も許可してるしね。エアコンにします。インバーター。まあ 98% あるからね、大丈夫でしょう。ちょっとマッチつないでおく？ポタで。いや、いいよ、こっちで。はい、じゃあそろそろね、もう寝ようかなと思います。24度設定。また明日ね、また集合しますので、それからね、冷蔵庫とかね、また使うシーン撮りたいなと思います。じゃあ、おやすみなさい。おやすみなさい。はい、おはようございます。今ですね、6時59分。
で、室温が 24.8 度、湿度 49% です。ちょっとねやっぱね昨日の夜から気温が高くなってましたので、今日はねエアコンつけっぱなしで寝ておりました。なのでだいぶね車内温度は快適で過ごしております。ということでね今日はねこれから準備して、集合場所はねこの近くなんですけども、のんびりね行こうかなと思います。今朝はこんな感じでセットしました。でこの中今日は冷たい、はい、ういちゃんの飲み物ありがとう。ここの友よ。よし。さあじゃあちょっと出発したいと思います。はい、ということで今ね出発いたしました。はい、で今ね出発したんですけども、実はですね出発する20分ぐらい前にですね、なんとですね、車がぶつけられるという事態が起きました。でちょっとねあんまりね急なことだったんで動画とか全然回してなかったんですけど、なんかちょっとこうねミラーのところ擦るっていうような感じで、正直うちはね全然被害なかったんですよ。向こうがちょうどミラーのとこを、うちのこの鉄のね棒っていうのかな部分に当たったみたいで、言うてもそんながっつりじゃないんですよね。向こうも駐車する時にちょっと擦ったって感じだったんで、お互い見て程度もねそんな大したあれじゃなくて、逆に良かったかなと、自己処理はね一応しておりますけど、で別に旅の中でね支障があるとかは全然ないです。今も普通にミラー動いてますし、見えるとこもね何も変わってないから、ボディじゃなくてよかったよね。うちはね相手の方も全然逃げるとかもなくて、すごい紳士的に対応してくれて、本当すいませんでしたみたいな感じだったので、普通に円満というか、特に何もなく今ね普通に行動しております。大ごとになることもなく、大ごとになることもなく、普通に何も予定変更せず銚子に向かっております。銚子に向かってもう銚子なのかなこれ。銚子です。まだ銚子市ではないんだね。銚子じゃないの？そのね今回ね、一緒にね遊んでくれるのがリバティのオーナーの方とレガードのオーナーの方、その方たちと遊ぶということで、銚子に来ております。でもちろんね冷蔵庫昨日からねずっと入れっぱなしなので、これもね使いながらキャンピングカーでも使いながら、ちょっと今日ねお家の方にもお邪魔するんで、逆にそこでもね使えるかどうかっていうのがね確認できるのかなと思って、あとその辺もね皆さんにお伝えできたらなと思っております。じゃあハマグリを買ってきたのでしまっていきます。でも全然入るね。結構入る。入れ方にあれする。もしかしてこれペットボトル、違う、2段で入る。いける？それさ閉まる？さすがにそれ横にしなきゃいけない。いいじゃん。もうこれで入るからいいじゃん。こんな感じで入ります。ハマグリとビールとペットボトル。すみません。はい、今ですね室内で使わせていただいてて、家の中だとねこんな感じで電源を取って使えるんで、14.5V まで上がっております。AC でねつなげばこれぐらい電圧上がるんで、ここからね冷えるまでは相当早いです。で今もねこの電池マークのとこね充電してますので、このままね充電しつつ冷やせるという感じですね。で家の中で使う分にはすごく便利です。でキャンプとかでも電源サイトとかあればもうこんな感じで同じように使えると思いますので、条件的にはね揃ってるのかなと思います。でもちろんこれ抜いた状態でもバッテリーだけで使うことができるので、それであればねどこにいても使えるということで、今日はねこちらを使っていきたいと思います。買い出し中です。鳥類、ここもね教室来た時よく来るところです。はい、こちらのね鮮魚もいつもねお世話になっているところです。ここも注文していくら分って頼むと作ってくれるという良心的なこんな感じで。ちなみに今冷凍でマイナス20度設定にして今マイナス17度で2キロの氷が、1袋入るかな。あとあれだね、ちっちゃいアイスとかがこの中に隙間に入る、1キロだったらもう1個ぐらい入りそうだ。入る3キロぐらいいける。
はい、おはようございます。今ですね、8時50分、室温が 25.5 度、湿度 52% です。ちょっと動画ね、一気に飛んじゃいましたが、昨日はですね、すごくね、快適な環境というか、お家の中でね、皆さんで飲んで、話したりとかね、大体話すことはね、キャンピングカーの話とかね、そういうことばっかりなんですけども、すごいね、楽しい時間を過ごしました。昨日のね、夜ね、お家の中でね、冷蔵庫を使わせていただいて、D10 ですね、イーノの D10。でね、それもね、すごくね、ずっと使えたし、途中でね、冷凍庫に切り替えてね、氷をね、入れたりとかもね、しました。ですごくね、あれは、キャンピングカーでも使えるけど、そうやってね、みんなで集まった時にお家のね、冷蔵庫拡張みたいな感じでね、使うこともできて、すごく便利だなと改めて思いました。はい、ということでですね、2日間ね、結構ガンガン使ってたこのいいのですけども、D10 ですね。今はですね、最後にいただいたアップルパイを2つだけ入れております。また帰り道ね、コンビニでなんか買って、ジュースとかね、この辺なんかね、入れとこうと思っております。今ね、2度、マイナス4度ぐらいまでようやく戻りました。ずっとね、冷凍庫として使ってたんで、ずっとマイナス20度だったんですけども、帰り道はね、冷凍庫じゃなくて、冷蔵としてね、使おうかなと思っておりますので、一旦今ですね、庫内の温度を戻しております。帰りもね、ここら辺かこの辺に置いといて、で、すぐね、パカンって出して、こんな感じで置いとくよね。運転中ね、僕は取り出せないんですけども、この距離だったらママがね、手が届くので、冷蔵庫ね、使えるかなと思っております。こういう使い方できるのもね、すごいいい点なのかなと思います。はい。じゃあね、今からね、帰宅するんですけども、その前にね、眠くならないようにいろいろと買ってきております。地味に長旅だからね。そう。で、これをね、冷蔵庫の中に今から入れたいと思います。はい。アップルパイ。もらったアップルパイ。コーラ。カルピス。何コーヒー。コーヒー1個飲むからいいや。ママいらない？ママは今大丈夫。じゃあそれでいいや。シュークリーム系が3つかな。あとチョコ入る。チョコも冷やしといて。いいのも大きい。で OK。はい。こんな感じで、ちょうどいいじゃん。ちょっとぴったり。シュークリーム3つぐらいと、アップルパイ2つと、ジュース2つと、コーヒー2つと、あとチョコ1つ。結構入ります。OK。で、今ね、コードレスの状態で使ってて、庫内温度マイナス2度です。だいたい冷蔵でね、今使っております。よし。じゃあ、帰り道出発します。はい。今ですね、出発いたしました。今回ですね、キャンピングカーの仲間と一緒にね、銚子のね、美味しいものとか食べに行ったりとかしておりました。で、基本的にはね、お家にいたりだとか、普通車でね、ちょっと移動したりとかもしてて、ちょっとあんまりね、キャンピングカーっていうのはね、今回出てこなかったかもしれないんですけど、前泊のところからね、すごい使って、で、今回は、イーノの、車載冷蔵庫 D10 を持ってきておりましたので、そちらをね、中心に使っていきました。このサイズ感ね、使ってみて分かったんですけども、軽い、小さい、使いやすい、もうほんとこの3点かなと。で、何よりもワイヤレスっていうところでやっぱりね、バッテリー内蔵してますんで、この大きさでバッテリー内蔵してるとね、どこでも使えるという利点がありました。で、実際ね、車の中で使ってみてもスペース取らないんで、もう全然いつもと本当何も変わらない。で、それにプラスアルファ冷蔵庫の容量増えましたみたいな、そんな感じだったので、すごくね、便利に使えました。車の中でね、便利に使えることっていうことはね、もうよく分かったんですけども、実際車じゃないところ、例えば外で使ってみるだとか、家の中で使ってみるとかね、そういったことも今回してみたんですけども、結果的にはやっぱ小スペースっていうのがね、すごく大きいなと思いました。昨日夜使った時にはもちろんね、冷蔵としても使ったんですけども、途中ね、氷をね、出し入れするのにめんどくさいなってことに気づいて、皆さんでね、使うのに、庫内温度マイナス20に設定して冷凍庫にして使いました。で、実際に使えたかどうかっていうと、市販で売ってるね、2キロぐらいの氷のね、パックを入れたんですけども、全然溶けてない。だから本当に普通に冷凍庫としても使いました。この切り替えができるっていうのは、荷室がね、あるといいななんて思ってたけど、実際1個の庫内しかなくても、その切り替えができるっていうのはすごくね、利点として大きいのかなと。100キロぐらい乗っても大丈夫なんで、すごく丈夫でしたし、その辺も踏まえてね、今回の D10 については見たれ以上にちゃんと機能してくれるし、小さいのに頑張れるっていうところで、値段もね、結構お安くなっております。
なのでもともとね価格帯もそんなに高くなくてお求めやすい価格ではあるんですけど、ぜひですねこの D10、気になってた方がいらっしゃいましたら、僕としてはねこれぜひね一回使ってもらいたいなと思っております。キャンプとかで外で使うとかってなっても、クーラーボックスよりもハンドリングが良くて、大きい冷蔵庫よりも電源なしだから使いやすさがあるっていうのが、これはねすごく生きてくるんじゃないかなと。で特に今ね先ほどお見せしましたけど、コンビニで買ってきたものとかもああいう感じで詰められるんですよ。なので、小さいものバカバカ詰めてもいいし、缶ビールとかねその中どんどん入れてってもいいし、小さいけど使い方たくさんあります。はい、使いやすさが出てくるので、活躍する、または持ち運ぶ、そういったところがねハードル低くして使うことができるんじゃないかなと思っております。でじゃあ逆にねこのメリットの面はたくさんあったっていうのはねもうねお伝えして理解していただけたかなと思うんですけども、じゃあデメリットは何かというところで言うと、良くも悪くもこれ1個で全ては賄えないというところかな。例えば冷蔵庫1個にしたって10リッターしかないと、車中泊で1人が週末で行ってするぐらいだったら全然いけると思うんですけど、結局家族で車中泊する、家族3人4人で車中泊しますってなった時に、この10リッターだけだとやっぱりちょっと心細いかなと思います。でただね、ご夫婦2人とかでキャンプに週末行くとかだったら全然異なります。なのでそこのねニーズの違いっていうのはね、デメリットではないんですけども、理解していただいた上で購入してもらえたらよりね便利に使えるんじゃないかなと思っております。はい、ということでですね、今回はですねこのイーノさんの車載冷蔵庫 D10 を使ってみました。で今後もですね、こういったね製品の中で、僕がね個人的に使ってみてね良かったなと思う製品はねぜひね皆さんにね紹介したいなと思っております。今後もですねこういった製品のレビューとかをねさせていただこうかなと思っております。基本的にはねキャンピングカーとか、あと車中泊にちなんだもの、あとキャンプとかねにそういうのにねちなんだものだけにはなってしまうんですけどもですね、参考にしていただけたら僕らも嬉しいです。ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。次回の動画もよろしくお願いいたします。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもしたら、じゃあまたね、バイバイ。